はい、皆さんこんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、ローバッフルとハイバッフルのマウスピースの出力の違いを波形で分析してみたいと思います。じゃあ早速その様子を見てみましょう。どうぞ。はい、明らかな差があったのが一目瞭然だと思います。この波形で見ると差がねちょっとあるように見えるんですけど、実際の音量はものすごい差があります。でこのチャンネルで何百回も言ってますけれども、楽器演奏で一番重要なのは何かっていうと、練習時間でも何でもなく機材です。機材が9割を占めていて、残りの1割が練習のコツだったり練習量だったりします。じゃあこのローバッフルとハイバッフルの違いですね。もう一回説明します。ローバッフルは見えますか？削れてますね。全体的に削れてます。ハイバッフルはここまで削りが浅くて、そこからガクンと落ち込んでいます。深く掘れています。2つの違いで一番分かりやすいのは音量の差です。何百回も言ってますけど、こっちのハイバッフルを使いましょう。でこのハイバッフルを使うと何が有利かというと、1、音量が圧倒的に大きい。2、表現の幅がものすごく広がる。3、音色の種類をたくさんの音色の種類を奏でられる。4、アーティキュレーションをした時に鮮明なアーティキュレーションが伝わる。で例え話をするならば、このローバッフルは軽自動車、こっちのハイバッフルがポルシェ。軽自動車でいくらスピードを出そうと思ってもポルシェに絶対にかないません。でこのローバッフルなんですけれども、言葉を変えて言うと制御装置がついていると思ってください。いくら息を入れてもですね、制御されてしまって、ある一定の出力に行くとその出力が制御されちゃうわけですよ。大きい音を出そうと思っても制御されちゃうので、小さな音のままいってしまうと。それに対してハイバッフルは制御装置がついてないと思ってください。つまり大きな音を入れれば入れるほどブワーンとどこまでも出力が上がる。その代わりコントロールが難しいんですよ。でもコントロールが難しいとは言ってもですね、数ヶ月すれば誰でも慣れます。慣れますので、もう早い段階からハイバッフルに変えてですね、練習を重ねた方がいいと僕は思います。だいたいサックスを買うとこのローバッフルがね付属品でついてくると思うんですよ。じゃあいつこっちのハイバッフルに切り替えればいいかっていう話なんですけれども、僕のおすすめはサックスを始めてから数ヶ月でもうこのハイバッフルに変えていって問題ないと思います。で次の動画で僕実はこのハイバッフル初心者に弾かせてみようと思うんですよ。その動画をやろうと思ってるんですよ。なので引き続きね、この動画見終わった人は次の動画を楽しみにしておいてください。はい、じゃあ今日はマウスピースのローバッフルとハイバッフルの差を、比べてみました。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸でした。また次の動画でバイバイ。